迷うのが日本で育てるか韓国で育てるかなんだけど、育てたら子供がちょっとかわいそうだなと思って、パパが女の子生まれたら、生まれた瞬間 GPS 体に埋め込むって言ってすごいね、だいぶ暗い。うわ、やっぱ全然レベル違う、美味しい。ここが予約しないと入れないお店で、百名店。100名店に選ばれたんです。やっと結婚して、手続きも終わって。ビザももうすぐ取れて、引っ越しも済んだから、順番的には次普通だったら妊娠で子供を育てるっていう段階に行くじゃん。そうだね。迷うのが日本で育てるか韓国で育てるかなんだけど、お母さん的には日本で育ててほしいでしょ。そうだね。出産って本当に大変だから、支えてあげたい。日本に来て。私も子供育てるなら日本がいいんだけど、なんか韓国ってその受験もすごいし、競争率とか、子供の中でもなんていうの、ヒエラルキーっていうかさ、マウント取り合いみたいなのがすごいらしくて、親が何の車に乗ってるとか、旅行どこに行ったことあるとか、日本に旅行行ったぐらいじゃ何の自慢にもなんない。あ、そうなんだ。ヨーロッパとか、とか、アメリカとか、そういうのかわいそうだなと思って。本当だね。少子化もすごいしさ、日本に比べたら韓国はもっとひどいからね、少子化が。そうね。産まない人が韓国1位ぐらいじゃない。もう韓国であんまり子供見ないもん。出生率すごく日本よりも低いんだもんね。ソウルよく行くけど見なくない？見ない。電車とかに子供がいない。そうだね。飲食店で見かけてさ、なんかちょっと珍しいと思った。もう産まないっていう選択しても別に何も言わないでね。お母さんは孫を見たいってあんまり思ってないから、本当にね、そこら辺は平気かな。自分たちでちゃんと話し合って決めたことなら、賛成。全然反対はしない。早く孫見せてよなんて絶対言わないし。パパは孫見たそうだよね。パパは孫を見たいって言ってた。パパのためには読まないけど。カタカタ。何歳でお兄ちゃん産んだ？第一子。28？やばいね。28？私子供の頃はさ、その年齢聞いたら遅めだなと思った。28。そう、お母さんのぐらいの年では、お母さんは結婚少し遅い方だったからね。満喫した。独身？そうなんだろうね。もう最近出産の動画とか一回さ見たらさ、もうそればっかりアルゴリズムに出てきてさ、もうみんな痛そうで、私も多分耐えらんないと思う。あんなの。痛いよ。立ち会い絶対嫌だし。嫌だ。だってあんな、絶対私悪口出るもん。お前は見てるだけでいいよなとかなんか言っちゃう。旦那に。産むとしたら立ち会いは絶対しないし。お母さんも立ち会い考えたこともなかった。あ、そうなんだ。産むときはお母さん呼んで、お母さんに悪態つくんで。どこに行って産むにしても産むときは言ってあげる。韓国で育てたら子供がちょっとかわいそうだなと思って、塾とかさ、おおらかに育つ。私もどっちかっていうと教育的に育てちゃいそう。そうね。そうかも。あなたは日本語、韓国語、英語全部話せるようにさせちゃうと思う。それはそれでね、子供にはいいこと。わかんないね。妊娠できない体かもしれないしね。それは。わかんない。痛かった？痛い。死ぬかと思った？誰の時が？一番3番目が。このが一番時間かかったし、本当に辛かった。無理。でも今無痛分娩とかあるじゃん。そういう選択肢がお母さんの時なかったから。無痛の人も辛そうだもん。でもどんなに辛くても普通に産んだ方がいいよ。帝王切開は大変だから。韓国は帝王切開が基本だ。確か。基本？確かそうだったの。そう。
みんなお腹自切る。然分娩しない。痛いから、辛いから。あ、わかんない。ちょっともう一回調べてみる。でもそうだったんだよね。私も切ってくれた方がいいんだけど。なんか切るんだよ。痛い。だって下も破けるし。後の頭痛。そこはもう自然に治るし。でもどっちにしろ出産したら大変だよ。体が戻るまでは。怖すぎ。しかも私のさ、嫌なところが DNA 全部子供に言ったらどうしよう。私残したい DNA ないんだけど。ないの？なんで？だって素晴らしい DNA 持ってないもん。だって素晴らしい DNA 持ってる人の方が少ないと思うけど。パパが女の子生まれたら、生まれた瞬間 GPS 体に埋め込むって言ってた。どういうこと？心配だ。そんなの多いの？ないそんなのない。勝手に言ってるだけ。でも全然まだまだ正直子供は考えてない。ずっと離れて暮らしてたから、旅行も行きたいし。そうしな。初めはね。でもやっぱり本当に子供を産むとしたら、まあ本当に1歳でも若い方がいい。そうだよね。育てるのも産むのも、お兄ちゃんと一番下が6年離れたから、お兄ちゃんの時育ててたのと一番ちびちゃん育ててたのは全然違うもんね。違う？体力も？体力も回復も？体の回復も、出産時間もね。すごいよ。しかもパパってさ、サポートしなかったじゃん。ずっとワンオペ。本当美味しい。今日は宇都宮の方に行ってみたいと思います。宇都宮는 만두가 유명해서 만두를 먹어보려고 합니다. 오늘은 혼자입니다. 여러분들 요르시크네. 일본은 2월부터 4월 정도까지 삼나무 알러지가 너무 심해가지고 さっきすごかったよね。ここに映像載せよう。やばい、絶対まだ開けないで。これホコリじゃないんで花粉。それ見ただけでもうなんか息できなくなる。韓国は花粉がないんですよね。ない。でも韓国人も日本にずっと住むと花粉症花粉症になるんだって。そうなんだ。行ってきます。宇都宮は餃子とラーメンが有名だから食べに来ました。ジャンボ餃子、佐野ラーメン。わかる？めっちゃ大きいよ。いい匂い。食べられるかな。あ、おいしい。熱い。熱いよ本当に。おいしい。あ、佐野餃子だった。옷을 사줬어? 응? 옷 나? 옷을 사줬어? 옷買ってくれた? 옷을 응. 아, 옷이? 사줬어? 아니, 못 샀어. 結局買えなかった。でもこれ以上もう何も本当に買えない。今日食器買おうか迷ったけどさ、結局まあもういいやって、もう荷物整理するのも疲れちゃって。しかももうこれ以上買ったらまた追加料金払わないと。確かに。わかんない？そうだ。でも見たら日本人ってわかるよ。わかる？わかる。顔は全然違う。形が違う。おっぱすごい見分ける能力。こっちは日本人。すごい。わかる。さ、茨城にいるとさ、何人でとかって思わないじゃん。だから茨城って日本人しかいないじゃん。だから茨城来るとめっちゃみんなに身長高いからだね。そう聞いたね。なんかジロジロ見られて嫌だって言って。
いや日本人らしいよ、よくジロジロ見るの。あ、それって韓国でさ、こうやって見られたことない。日本人ジロジロ見るって、特に茨城のやつジロジロ見るって。そうなんだ。あ、それはある。内容は珍しい。ないと思う。マジで。